ボンジュール。パリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回の動画では久しぶりに訪れたバンブの飲みの市の様子をまずお届けします。その後は私が以前からずっと気になっていたレストランへ。そして動画の締めくくりには購入品の紹介もあります。どうぞリラックスして最後までご一緒いただけたら嬉しいです。2026年1月のパリは雨の日が多いように感じられます。メトロポート・ドゥ・バンブの駅で降りて地上に出ると、路面は昨日の雨でしっとりと濡れていました。あら、こんなところに野菜がありますね。この辺りからすでに飲みの市は始まっていました。8時を過ぎないとなかなか明るくならない冬のパリ。今日私は9時少し前に到着しましたが、これからスタンドを広げるという出店者の方も少なくありません。一方ですでに買い物を終わって帰られるのかなという方の姿もちらほら。暗いうちに戦利品を購入した方もきっといらっしゃるんでしょうね。今朝一番に私の注意を引いたのがこれです。バルボチーヌの8カバーでしょうか。見事な細工だと思いませんか。こちらのスタンドのムッシュによると1900年頃のもので、お値段は150ユーロ。これは何だろうと思ったら、実は照明器具でジャン・ペルゼルによるデザイン、コレクターアイテムなんだそうです。このスタンドのプレゼンテーションはなかなか魅力的です。これはきっとテーブルの上でパンくずを集めるものですよね。そしてこちらはお砂糖入れ。これもなんとも優雅なテーブルウェアですよね。このスタンドにも面白そうなものがあります。これ豚の形をしてますよね。これは素焼きの器で、中にお肉の塊などを入れてそのままオーブンで焼ける容器なんですって。これは壁の縁を飾るためのデコレーション。センスのある方ならきっと素敵にインテリアに取り入れられるんでしょうね。この地面に置かれた大きなお皿もなかなか美しい。ここに穴が開いているということは飾り皿として使われたんでしょうか。こちらのスタンドで私はこのお皿にとっても惹かれました。どこか春を感じさせるような色合いではないですか。お値段を尋ねると40ユーロ。30ユーロまでなら値引きできるけど、それ以上は難しいとのこと。こちらも美しいですよね。セーブル焼きのような雰囲気ですが、
ベルギーの窯なんだそうです。ちなみにお値段は200ユーロとおっしゃっていたような気がします。こちらのスタンドのディスプレイに私はとっても感心してしまいました。今日のこの数時間のためだけに美しく並べています。グラスを一つ一つ配置するのもかなりの手間のはず。このムッシュがご自分の仕事を心から愛しているんだなぁと感じました。Going to market。 まさに私がしてることですね。これはディネット、おままごと用のお皿でしょうか。こちらのスタンドもとってもセンスが良くて、私は思わず吸い寄せられてしまいました。Mais elle est en bon état. Il n'y a pas de sel. Merci. 最近カフェオレボールはずいぶん値段が上がっていますが、これは10ユーロ。このお皿も魅力的じゃないですか。1枚10ユーロですが、3枚で15ユーロ。こちらはまた別のスタンドですが、こんな可愛らしい食器がありました。上の部分がティーポット、下がティーカップになっています。使い勝手はさておき、リボンのモチーフが愛らしいですよね。こちらのマダムは30ユーロとおっしゃっていました。これにも私は惹かれました。蓋のつまみの部分の細工がとても繊細で、私はためらわれたんですが、ムッシュが開けてくれました。お皿もついています。こちらお値段は80ユーロ。イタリア製のようですね。花びらの部分に欠けもなく、大きなひびもありません。もしかするとお買い得だったのかもしれませんね。バンブの飲みの市で私が必ず立ち寄るのがこちらのスタンドです。以前からこのチャンネルをご覧くださっている方ならピンときたかもしれません。そう、ジュリアさんのスタンド、ミッシーです。バンブの飲みの市は土曜日と日曜日に開かれますが、私が土曜日に来ることが多いのはジュリアさんが土曜日に出店されているからなんです。ジュリアさんは彼女のインスタグラム用にこれらを撮影していました。これ何だと思いますか？ビロードで作られたモチーフで、かつてはドレスに縫い付けられていた装飾なんだそうです。このお人形も魅力的ですが、こちらは針山なんですね。今回の彼女のスタンドは特に服飾にまつわるものが多い印象です。
そのことを彼女に伺うと、1月はファッションウィークが続くため、それを意識した品揃えなのだそうです。なるほど、納得です。こちらもやはり思わず引き寄せられるスタンドです。特にガラスケースの中に入ったアクセサリーや指抜きがとっても素敵に見えました。布類のスタンドは私とっても惹かれるんですよね。ただしこれに手を出してしまうとなんだか大変なことになりそうな気がして、私はお隣でマダムがお買い物をしている風景を横からちょっと眺めさせていただくだけにしました。気温はそれほど低くないはずなのに、地面が湿っているせいか体の芯から冷えてきました。今日は私この辺で退散します。というのもこの後どうしても行きたい場所があるんです。私が降り立ったのはメトロ10番線のエミユドラ駅。そこからフルードコメルスを歩いて行きます。目的地はすぐに見つかりました。カフェ・デュ・コメルス、1921年創業、100年以上の歴史を持つレストランです。飲みの市の後に訪れてみようと、私は前日に思い立ってオンライン予約をしました。今日はここで一人ランチ。しかも初めてのお店です。ちょっとドキドキします。見事な空間ですね。レセプションのマダムに私が YouTube の撮影をしたいとお伝えすると、眺めの良い席に案内してくださいました。今日は曇り空なんですが、店内はとっても明るいです。3層構造で吹き抜けになっています。こちらもともとはブイヨンと呼ばれる形態のレストランだったようです。当時の労働者たちに安くて早くて栄養のある食事を提供するための大衆食堂でした。それから100年という長きにわたって愛され続けているお店なんですね。ウフマヨネーズ、ワオビネグレとビストロの定番が並んでいます。メインには内臓料理、そしてもちろん牛のステーキもあり、私の席からはレストラン全体がよく見渡せます。初めて訪れ、しかも一人で週末のランチ。そんな私をこんな良い席に通してくださったレセプションのマダムに改めて感謝です。そうこうしているうちにワインとアミューズが運ばれてきました。今日私はコート・デュ・ホーヌの赤ワインをグラスで、それに添えられたおつまみがとってもリッチです。
これ先ほどギャルソンさんが下でスライスしていたサラミですね。そして黒オリーブのペースト、タプナード。これが私が選んだスターター。スープアロニオングラチネ。オニオングラタンスープです。飲みの市ですっかり体が冷えてしまったので、今日私はとにかく温かいものを欲していました。チーズもたっぷり。スープそのものは意外にもすっきりしていて、味が濃すぎないところがとってもいいです。ご覧の通り完食です。指の先までじんわりと温まってきました。私は一人でこの特等席を占領してしまうのが少し申し訳ないような気がしていたんですが、お一人でいらっしゃっているマダムの姿がちらほら目に入ってきました。彼女たちはギャルソンさんたちと親しげに言葉を交わしている様子を見ると、きっと長年の常連さんなんでしょうね。女性が一人でも安心して入れるお店、それはとっても貴重な存在だと思います。メインディッシュがやってきました。お肉の欄の一番上にあったソーセージ、じゃがいものピュレがたっぷり添えられています。初めて訪れるお店では、私お品書きの一番上にあるものをお願いすることが多いかもしれません。とても豊かな味わいのソーセージ、そしてバターたっぷりのピュレ、それに赤ワイン、なんて美味しい組み合わせなんでしょう。私は開店とほぼ同時ぐらいに入店しましたが、その後次から次へとお客様がやってきて、3階分の席はほぼ満席になってきました。バーカウンターでは席が空くのを待ちながら一杯始めている方たちの姿も見えます。いかがですかと、私にこの席を用意してくれたマダムが声をかけてくださいました。もちろん私は大満足ですと答えました。このお店、一体1日にどのぐらいのお客さんが入るんでしょうか。そう尋ねると、マダムは600、700、800、多い日は1日に900人になるわねと教えてくれました。驚異的な数じゃないですか。お腹いっぱいです。でもデザートを紹介しないわけにはいかないかなと迷った末に、私が選んだのはキャフェグルモン。コーヒーと一緒に小さなデザートがいくつか並ぶフランスらしいスタイルです。このレストランのキャフェグルモンは、右からココナッツミルクのアイスクリーム、ブラウニー、そしてババオホンム、一つ一つが小ぶりなので結局全部いただきました。どれもマダムが教えてくれたんですが、このガラス屋根は気候の良い時期には開くんだそうです。そしてこの横顔、気になりませんか？これはマルセル・ダッソ。
フランスを代表する航空機産業の創業者であり実業家。彼はこのレストランでよく食事をしていたそうで、その縁から肖像画が掲げられているんだとか。商店街の中心にあるこのお店は他にはない唯一無二の雰囲気を持つ場所だと感じました。次回はぜひ友人たちと訪れてみたいなと思いました。翌日の日曜日、あいにくの雨でしたが、月に一度樹州界隈で開かれるフリーマーケットで友人と再会することにしました。こういう天気の日は屋根のあるスタンド、例えばこちらのようなスタンドに思わず引き寄せられます。こちらマスタード入れでしょうか。これはサルグミンヌで作られたものの中でも世界中のコレクターが追い求めるアンファン・リシャールと呼ばれるシリーズなんだそうです。このお皿もサルグミンヌ。この辺りの食器はどれも似たように見えますよね。でも実は生産地も年代も異なります。モントロの窯で作られたものなら18世紀。そしてこちらより新しいサルグミンヌ。さらに新しいクレイ・モントロ。そうなると19世紀から20世紀初頭のもの。当然希少価値もお値段も違ってくるそうです。私が気になったのはバロリス、南フランスの窯のものでした。20世紀初頭のものでモントロを意識した作りとスタンドのムッシュは説明してくれました。雨足がどんどん強くなってきました。この椅子すっかり濡れそぼっています。私はどうしてもこの椅子を放っておけないような気持ちになりました。そこでスタンドのムッシュと値段交渉。最初ムッシュは20ユーロと言いました。そのままはいというのも惜しいので、私は思い切って10。でもそれはさすがに難しい。じゃあ15、いえ13ということで、私は13ユーロでこの椅子を譲ってもらいました。全く買うつもりのなかったアイテムです。さて、自宅に戻って購入品の紹介です。皆さん、私が何を買ったか当てられるでしょうか。実は土曜日に一人で訪れたバンブの飲みの市では私何も買わなかったんです。それが友人と一緒だったあの雨のフリーマーケットで私はこれを購入しました。そう、サルグミンヌのお皿です。おそらく19世紀後半から20世紀初頭のものとスタンドのムッシュはおっしゃっていました。そしてこれも購入。こちらはなんと1ユーロでした。この細工を今改めて作ろうとしたら、どれほどの時間と技術が必要でしょうか。そしてもちろんこちらの椅子。友人は言いました。まるで雨に濡れた子猫を家に連れて帰るみたいな感じね、と。
確かにそうだったかもしれません。ワンブの飲みの市では、あの水色のお皿を買えばよかったかなとちょっと後ろ髪を引かれています。あともう一つ私が気になっていたのはイギリス製のお皿でした。私がその3枚セットを見た後で、一人の素敵な日本人女性もあのお皿を手に取っていました。彼女が日本に持って行ってくれるのなら、私は自分で購入するよりも嬉しいような気がしました。その女性はとても謙虚に、いいんですかと私に尋ねられましたが、私はもちろんですと答え、彼女は3枚のお皿を購入されました。私はとっても満足でした。飲みの市って様々な心の動きがあって、それもまた面白いところだなぁと改めて思いました。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか？お楽しみいただけましたでしょうか？この動画が良かったと思われた方はぜひ高評価を、そしてご感想をコメントとしてお寄せください。皆様の温かいお言葉がいつも本当に励みになっています。ありがとうございます。そしてまだチャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。